じゃーん。これが、とりあえず公園入り口かな。わ、すごっ。どこが入り口なんだ。今ここなんだけど、ここ入り口みたいです、青春。そっから入れるそうです。なのでちょっと、そこまで歩いていきましょう。直接門行けるみたいなんで、門の方に行っちゃうみたいです。すごい、入り口ここです。手荷物検査はあるみたいですけど、この広さ、圧巻です。休憩所になってて、このね、ピンクの、こういうのを首からぶら下げて、手荷物検査終わったらもらえるって感じですね。ここね、ロッカーっていうか無料ロッカーになってるんで、ここに荷物を、今僕もリュックを入れましたけど、入れていけるそうです。こういう感じかな。入ってすぐのとこに休憩所があって、アプリのダウンロードができて、アプリで音声ガイダンスをやってるみたいです。見てこれ。すごっ。見てください、このわかるかな、これこれ来ると鳥肌立つぐらいすごいですよ。本当にこの一個一個の部品っていうのかな。すごいね。いや、すげえ、圧巻。これ全然知らないできたからさ、お車寄せなんだって、これ。すごくない、このお車寄せ。伝わるこの凄さ、彫りといい、この一個ずつのさ、あそこからだって天皇陛下が来る降りてね、するんでしょ。ここで京都御所の円卓についてお話しさせていただきたいと思います。京都都は平安時代の頃、すなわち西暦794年に第50代桓武天皇が平治の一新を願い、奈良の平城京から京都の長岡京を経て平安京へと都を移されたのが始まりと言われております。ある火災のために何度も焼失してしまい、その度に外籍である貴族の邸宅を仮のお住まいとして天皇は転々としておりました。そのような中、ついに一つの仮住まい場所であったこの地が正式な天皇のお住まいとなりましたのが西暦1331年の頃でありまして、南北朝時代における北朝の天皇であられました弘法天皇が即位された頃のことでした。しかしそのお住まいも何度も焼失しておりまして、現在のこの建物は西暦1854年の大火事の後に建てられたものとなっております。それではこちらは諸大部の間と呼ばれておりまして、いわゆる待合場になっております。正式な御用で京都御所に参来した方の控えの間となっておりまして、その地位によって待つ部屋はそれぞれ異なります。ご覧の通り部屋は3つに分かれておりまして、向かって左から桜の間、真ん中が鶴の間、一番右側が虎の間となっております。部屋の名前はそれぞれの部屋の説明に書かれた絵に由来しております。ではそれぞれどのような位の人が使う部屋だったのか。まず一番左側の桜の間は別名諸大部の間と呼ばれておりまして、下位の貴族の方が通されるお部屋でした。次に真ん中の鶴の間は別名蓮城人の間と呼ばれておりまして、周囲の貴族の方が通されるお部屋でした。最後に一番右側の虎の間は別名公暁の間と呼ばれておりまして、最も高いくらいの貴族の方が通されるお部屋でした。中位と上位の貴族は下位の貴族とは異なって、また後ほど参加に参ります清涼殿という建物への昇殿が許されておりました。桜の間と他2つの部屋の違いがお分かりになりますでしょうか。桜の間の突き当たりは桜の描かれた壁になっておりまして、下位の貴族は歩いてこちらまで参りまして、建物の左側にございます一覧で靴を脱いで建物の外側から部屋の中に入らないといけませんでした。それに対しまして鶴の間と虎の間の
りまして、注意と行為の帰属の方は、先ほどございましたお車寄せと呼ばれる正式な玄関口から廊下を進みまして、この突き当たりの襖からそれぞれの部屋に直接入れるようになっております。他にも真ん中にパネルがあるのですが、桜の間は畳のへりが赤色になっておりますが、鶴の間と虎の間は白色となっておりまして、この点も位の違いを表現しております。それではこちらの建物は新御車寄せという建物になっております。天皇が京都御所にお入りになる際などにお使いになられる現在の京都御所の新しい玄関です。この建物は大正天皇が即位された西暦1915年に作られました。当時はすでに自動車が使われるようになっていたため、自動車を改装して屋根の下につけられるようになっております。内装もまた非常に近代化されておりまして、室内には赤い絨毯やシャンデリアなどがありまして、また窓もご覧の通りガラス張りとなっており、他の5点と比べるととても現代的なインテリアとなっているのが特徴です。こちらから正面に五山の送り火で有名な大文字山がご覧になれます。大文字は市内中心部のどこからでも眺望できる位置にありますが、京都御所のお池庭に映るようにしたなど、その位置に関して諸説あると言われております。それではこちらの赤い漆を塗った門の向こう側に見えます建物を慈神殿と申します。この京都御所で一番重要な建物でして、歴代天皇の即位式や元日の設置絵など様々な儀式が行われてきた最も重要な御殿となっております。明治天皇、大正天皇、昭和天皇はこの慈神殿で即位式を挙げられました。また、明治天皇が明治元年、すなわち西暦1868年に五箇条のご正門を下されたのもこの御殿となっております。建物は平安時代の様式を伝えた神殿造りになっておりまして、高さは約21メートル、7階建てのビルに相当するくらいの高さになっております。また、建物の前の左右に木が植えてあるのがお分かりになりますでしょうか。向かって左を右近の立花、向かって右を左近の桜と申します。ここでいう左右が我々から見て逆転しているのは、前後左右は天皇が高御蔵に座った状態で決まるというルールによるためです。高御蔵とは即位礼に代表される重要な儀式の際に天皇が着座される玉座のことです。詳しくは後ほど説明させていただきますが、この高御蔵はこちらの慈神殿の中に置かれております。京都市の左京区、右京区の位置にもこの前後左右は天皇が高御蔵に座った状態で決まるというルールは関係しております。また、ひな祭りの飾り付けにおいても、我々から見て左に立花、右に桜を置きますが、これはお内裏様とおひな様から見ての左右になっております。これはお内裏という言葉が、もともとはこの京都御所のことを示しておりまして、ひな飾りはこの慈神殿の前の様子を再現したものであることに由来していると言われております。こちらの建物は建礼門と申しまして、京都御所の正門となっております。もともとは天皇のみが通ることができる門でしたが、皇后が天皇と一緒に来られた場合は、皇后にもお通りいただきます。また、近頃は外国の国王や大統領などが国賓として正式に来訪する折にも、この門は開かれております。の前にはご覧の通り白い砂の庭が広がって
おります。この庭を南の庭と書いて断庭と呼びます。神道において白い砂の庭は清浄を象徴するものです。したがってこの白い砂の庭はかつてこの地が皇居であった頃、ここで宗教的な行事が行われたということを示しております。他方で白い砂は光を反射するということから光を取り入れる最高の目的もあったのではないかとも言われております。また四神殿の前に階段があるのがお分かりになりますでしょうか。あの階段は全部で18段あるのですが、この18段の由来は古代思想の陰陽道にあります。陰陽道では9という数字が最も縁起のいい数字となるため、9段を重ねて18段とすることでさらなるご利益を期待したと言われております。また先ほど陽明門の前で右近の立花、左近の桜の話をしましたが、もともとこの四神殿に植えられていたのは桜ではなく梅でした。奈良時代までは花といえば梅で、当時は桜より梅の方が価値があるとされていたと言われております。しかし平安時代の初期、ある天皇が桜が好きだった、ちょうどその時梅が枯れたなど理由はよくわかってはいないのですが、とにかくとても複雑な事情によって桜が植えられるようになったと言われております。写真パネルでのご紹介となってしまって申し訳ないのですが、これが先ほど少しお話しした高御蔵というものです。高御蔵とは即位式の際に天皇がお座りになるところで、その隣には皇后がお座りになる御長台がございます。御長台は高御蔵に比べると 10% ほど小さく作られているのが特徴です。現在の四神殿では明治天皇、大正天皇、昭和天皇がご即位をされましたが、平成と令和の代に関しましては東京の皇居にてご即位をされていらっしゃいます。しかし高御蔵と御長台は実際にこの京都御所の中にあるものをご使用されておりまして、高御蔵の高さと幅は約6メートル、重量は8トンにも達するという非常に大きなものなので、平成の代の頃は分解して自衛隊のヘリコプターで東京まで運び、令和の代の頃は分解して8台の運送用トラックに積んで東京まで運んだということでございます。こちらは檜原葺という屋根の模型でして、京都御所の御殿の屋根はほとんど全ての建物でこの檜原葺となっております。檜原葺とは薄く剥いだヒノキの皮を何十枚も重ね合わせていく吹き方のことで、屋根を吹く工法の中では最も格調高いものだと言われております。しかしその耐用年数は30年とされておりまして、先ほどご覧になった四神殿も屋根を以前吹き替えたのが平成2年1990年であるため、実は現在屋根の吹き替え修理の時期に入っております。本来は今年の4月1日から屋根の修理工事に入る予定でしたが、いろいろな事情で工事が来年度に持ち越しになりましたので、今年はまだ四神殿を見ることができるというわけでございます。それではまた外に行きましょう。それでは右手前方に見えますのが春光殿という建物です。この御殿は宝物殿として使用されておりました。皇位継承の印である三種の神器、すなわち八田の鏡、草薙の剣、八坂にの勾玉のうち八田の鏡がかつてはこの御殿に収められておりました。現在のこの建物は大正天皇がご即位をされた時、すなわち大正4年、西暦でいうと1915年に建てられたものであるため、屋根が銅板葺きという他の御殿とは異なる新しい吹き方になっているのが特徴です。それではこちらの建物は清涼殿と申します。かつては天皇が日常生活を送る場所、いわゆるお住まいとして使用されておりましたが、14世紀頃お住まいの御殿は別に建てられ、吉
の場としてこの清涼殿は使われるようになりました。昨年の大河ドラマが光る君へという紫式部が主人公となっている作品でしたが、この清涼殿をモデルとしたセットがほぼ毎回登場しておりましたので、見覚えがある方もいらっしゃるのではないかと思います。そしてこの清涼殿の室内にはいくつかの調度品がございます。まず右側にある白い几帳という白い布のようなものをご覧ください。この几帳の後ろには4のおとどと呼ばれる天皇のご寝室がございます。次にお部屋の中央をご覧ください。少し見にくいかと思うのですが、オレンジ色のヘリをした畳が2枚置かれているのがお分かりになりますでしょうか。こちらは日の増しと申しまして、儀式の間、天皇はいつもここにお座りになり、基本的には見過ごしに大臣などとお会いになっておりました。そして先ほど見ていただいた畳の後ろに見えておりますのが御朝台というものでして、天皇がご休息を取られる場所でした。この御朝台の前には邪気を払うために、私たちから向かって左に狛犬が、向かって右に獅子が置かれております。角があるのが狛犬で、角がないのが獅子となっております。またお部屋の左側には屏風がありまして、これも少し見にくいかと思うのですが、その前の床が白くなっているのがお分かりになりますでしょうか。少し光っているように見える床なのですが、こちらの床は板張りではなくて漆喰で塗り固められた床になっております。こちらの床を石灰壇と申しまして、儀式の際に天皇が膝をつきお祈りを捧げられていた場所となっております。さらにお部屋を出て左手の廊下の方をご覧になっていただくと、ガラスケースに入れられた大きなついたてがございます。これは年中行事の障子というもので、宮中の1年間の儀式が記されたものでございます。表側にはお正月から6月までの年中行事149項目、裏側には7月から12月までの年中行事133項目が記載されております。そして最後に清涼殿の前には2カ所竹が植えてある場所がございます。向かって左が川竹、向かって右が呉竹と呼ばれております。鎌倉時代の末に吉田兼好が書いたつれづれ草の200段にもこの川竹と呉竹は登場しておりまして、紫宸殿の左近の桜、右近の立花と同じく京都御所にはなくてはならない植物となっております。それに関わる儀式を行う建物となっております。その他にも将軍や諸大名が天皇へ謁見する場所としても使用されておりました。慶応3年1867年の12月9日には有名な保護所会議がこの建物で行われました。王政復古の大号令を受けて新政府の方向性や徳川家の処遇等を話し合った場所がこの建物となっております。建築様式としましては、神殿造りと書院造りの2つが混ざった様式である主殿造りというものになっております。また障子に注目していただきますと、障子の紙が1枚の大きな紙ではなくて小さい紙をいくつか貼り合わせたものになっていることがお分かりいただけますでしょうか。このような障子の貼り方を御所張りや石垣張りと言いまして、昔は大きな紙を作る技術がなく紙が貴重だったため、このような貼り方になったと言われております。またこの古御所は昭和29年、西暦でいうと1954年に鴨川で行われた花火大会の燃え殻が屋根に落ちて出火してしまいまして、基礎を残して全焼しました。そのため今の建物は昭和33年に再建されたものでして、京都御所内では最も
ます。こちらはお池庭と申します。旋回遊式庭園という様式になっておりまして、池を中心に配置して周囲に道を巡らせることで、どの角度からも美しい景色を楽しめるように作られております。この御所の辺りは海から遠く、かつては海の景色を見るのはなかなか容易ではありませんでした。そのため、このお池庭は海の景色を再現していると言われておりまして、池の部分が海を、手前の石が敷かれた岸辺である洲浜と呼ばれる部分が砂浜を表現していると言われております。また、イギリスのエリザベス女王が昭和50年、1975年の5月に来日された際には、あちらにございます欅橋という橋から鯉に餌をおやりになったという逸話も残されております。それでは左手には蹴鞠の庭がございます。蹴鞠とは西暦600年代に仏教などとともに中国から日本へ伝わったとされるもので、昔は老若男女身分に関係なく広く楽しまれておりました。鹿の皮でできた鞠を足で蹴って次の人に渡す遊びなのですが、リフティングとは違い、雅に美しく蹴るということも求められていたそうです。こちらの建物は御学問所と申します。天皇が学問を行う場所であったほか、いろいろな年中行事や臣下との対面にも用いられておりました。徳川家康が1613年に近中並びに公家諸法度で、天皇が治めるべきものの第一は学問であると定め、代理に初めて御学問所を建てました。また、こちらからは少し見えないのですが、建物の右手奥にある部屋は、襖など四方に皇室のシンボルである菊が大輪のものから佐賀菊風のもの、小菊など様々に描かれておりまして、その部屋は菊の間と呼ばれております。また、慶応3年、すなわち西暦1867年には、この建物において明治天皇が江戸幕府の廃止と新政府の樹立を宣言、すなわち王政復古の大号令を発せられたという歴史がございます。それでは、こちらの建物はお常御殿と申します。天皇の日常生活の場として使われておりまして、かつては清涼殿も日常生活を送る場として使用されておりましたが、儀式や執務の場としての性格が強くなっていたため、新たに豊臣秀吉によって1590年にこのお常御殿が建てられたと言われております。お常御殿の扉には絵が描かれているのですが、お分かりになりますでしょうか。少しこちらから斜めに見ていただけるとお分かりになるかと思うのですが、こちらの絵は杉戸絵と申しまして、今ご覧いただいている一番左側の絵が雅楽と舞の絵になっておりまして、反対側にもまた絵があるのですが、こちら側から見える絵が曲水の宴という貴族の遊びの絵になっておりまして、もう一つ絵があるのですが、こちらから斜めに見たときにご覧になれます絵が蹴鞠の絵となっております。それではご覧いただきました方から後ろを振り返っていただけますでしょうか。こちらのお庭は御内庭と申しまして、お池庭と同じ旋回遊式庭園となっております。数々の土橋や板橋、石橋や飛び石が配置されておりまして、特に天皇のお好みを取り入れた庭となっております。この御内庭では皇族や公家たちが宴を楽しまれました。例えば、流れの上流の方から杯を流し、歌を読み終えた人だけが杯を取り、お酒を飲むことができるという宴
宴がありまして、これを先ほど真ん中の絵でご覧いただいた曲水の宴と申します。ご内殿のさらに奥の方には、光春と呼ばれる孝明天皇の書斎であったり、お涼み所と呼ばれる夏に孝明天皇がお涼みになる夏の御殿であったり、長節と呼ばれる茶室であったり、皇太子のお花御殿と呼ばれる建物がございます。お花御殿は別名東宮御殿とも呼ばれておりまして、明治天皇が幼少期に襖の竹の絵に笹の葉を1枚書き加えた落書きが残っていることで有名な建物となっております。それではこちらはお常御殿の南側となっております。向かって右から上段の間、真ん中が中段の間、一番左が下段の間となっておりまして、右へ行くほど床が少し高くなっていっているのがお分かりになりますでしょうか。上段の間は天皇のお待ちどころでして、上段の間のさらに右手の奥に行ったところには源氏の間というかつて三島神器のうち草薙の剣と八坂にの勾玉が収めてあったお部屋もございます。こちらの建物はおみまと申します。その名の通り3つの大きな部屋で構成されておりまして、七夕やお盆といった内向きの行事であったり、能の鑑賞などに使用されておりました。また、明治天皇がまだ即位されていなかった頃には、初めて習字をする手習い始めや、初めて書物を読む読書始めというものが、この建物で行われておりました。それでは、最後のところへ進んでいきたいと思います。それではこちらの空間をお台所跡と申します。かつてはお食事を作る台所や能舞台、女官部屋など非常にたくさんの建物が建ち、長い廊下でつながれておりました。しかし第二次大戦中の昭和20年、西暦1945年に紫宸殿や清涼殿など主要な建物をもらい火から守るために全て取り壊されてしまい、現在は桜や松などが植えられているお庭となっております。それではこちらの方でガイドツアーは終了とさせていただきます。本日はご参加いただきまして